今ここ東京国立博物館に数奇な運命をたどった古き仏像が収蔵された。あと平安時代に作られた仁王像である。それをざっくり知る。東京国立博物館の彫刻担当研究員の浅見と申します。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあちょっと早速見てみましょうか。はい。いや、やっぱりすごい迫力がありますね。これ大きさどれぐらいなんですか？およそ3メートルですね。3メートル。東京国立博物館の日本の彫刻で最大ということになります。銘文などはないので確実なことは分かりませんけれども、お像の作風から平安時代に待つ12世紀の終わり頃というふうに考えられます。木造なんですね。木で作られたお像です。平安時代の仁王像というのは大変珍しいです。向かって右の口を開いてる開けてるお像が阿行とあっていうとあは口を開きますよね。で、向かって左の口を閉じてるって閉じてるのが運行とあうんの呼吸とよく言いますけども、そのあ行運行です。近づくとこれがまた迫力がすごいですね。そうですね。筋肉が非常にリアルに表現されていて力強いですね。眉間にしわを寄せて、で眉がつり上がっていると。で目頭が上下2つあって、これを仏像ではこういう目を怒りの目、神目というんですけれども、怒りの目です。ですから激しい怒りという表現ですね。強さを発するといいますかね、見る者に威圧するようなポーズということですね。このポーズはもう仁王像では割とよくあるポーズなんですけどもね、地面を押さえつけるような右手と、それから高く持った武器をこの肘を伸ばせば攻撃に移ると、そういう形ですね。そもそも仁王とは何なのか。口を開いたあ行と口を閉じた運行、2体あることから仁王と呼ばれている。寺院の門の中に立ち、外からの邪悪なものの侵入を防ぐ守護神である。日本各地の寺院に安置されている。実は背面から見るとまた面白いです。後ろが背面っていうのは門に置かれたら絶対見えないところなんですね。正面の印象とはだいぶ違って、筋肉がない、割とぽっちゃりした感じ、少し鍛え方が足りないという肉のたるみなども表されている。それを表現しているように見えるんですけど。そうですね。平安時代後期、この像が作られた時代っていうのは、そろそろ武士の時代になっていくんですけども、まだまだ貴族が力をまだ持ってた時代です。で、貴族っていうのは激しいものよりは穏やかなものが好き。仏像なんかにも穏やかなものを求めたですね。平安から鎌倉、貴族の世の中から武士、主役の世の中の間に作られたっていうことが、ここに表れているのではないかと思います。実はこのお像ですね、見た目よりも
かなり軽いんですね。何キロだと思いますか？だいたい400キロくらいかなと思うんですけど、と思われるかもしれませんが、170キロほどなんですね。170？これは内側を空洞にしてるんですね。ですから軽くなってるんです。ちょっと叩いてみますね。仏様を叩くのはあんまり良くないですけれども、軽く。軽い音というか、なんか反響してる音に聞こえますね。そうですね。肉薄なんですね。もなかの皮みたいな、中かなり空洞の部分が大きいということですね。この腕も空洞にしてます。普通の像でしたらこれ1本でもうそのまんまですけども、これも1回割って中を空洞にしていますから、ですから全体的に軽くしてるんですね。でここを空洞にして軽くすると、ここでですねこうつないでいるので、これが重いとやっぱりだんだん時間が経つとつないだところが離れてきちゃうんですけども、軽いのであんまり開かないで済むっていうことはあるでしょうね。あとお像を門の中に設置する時にも軽い方がやりやすいっていうことはあるでしょうね。さて、ではなぜこの仁王像が今東京国立博物館にあるのか。そこには仁王像をめぐる復活の物語がある。平安時代末期に作られたこの仁王像は、滋賀のある寺の門を長く守ってきた。が昭和9年、かの室戸台風が一帯を襲う。そして仁王像はその門もろとも崩れてしまった。人々は仁王像の復活を願い、破片を拾い集め保管したが、ついぞ再興は果たされなかった。それからおよそ90年、現代の仏師たちが再び像を組み立て修復。縁あって東京国立博物館の記念の年に所蔵に帰した。大きさを圧倒的な力っていうものをぜひ皆さんに感じていただきたいと思います。じっくり見ていくと、阿行と雲行でプロポーションとかかなり違うということにも気づかれると思います。それは今私が細かく言うよりは皆さんが観察していただければと思います。ぜひお越しいただきたいと思います。こたびはこれにて